獅子座さんの皆さん、こんにちは。今回はこれを見てくださっている獅子座さんの皆さんに、急激に決まることというテーマでカードリーディングをさせていただきたいと思います。見た時、今ね、この見てくださっているその時がタイミングというタイムレスリーディングとなっております。ぜひね、最後までご視聴いただけると嬉しく思います。早速スタートです。まずはですね、現状から見ていきたいと思います。タロットをね、ちょっと引かせていただいて見ていきますね。はい、こちらとこれがちょっと気になりますよね。はい。はい、では見ていきます。せーの。カップの10番です。そして、せーの。はい。節制のカードが出ています。はい。まずですね、節制のカードが出てくれていることが、ちょっとね、一番ちょっと、直感的に感じている部分としてありますよね。それは何かご自身の中で今までこうちょっとこれどうなのっていうようなご自分の中では気持ちの中っていうのかな、そういったお気持ちの中でこのことってどうなんだろう、ちょっと違うよねっていうふうに思ってたような事柄であったりお人であったり、そういうことがあれっていうのはね、今このタイミングであれなんかいいんじゃないとか、あれこの人も別にいいんじゃないとかですね、そうやってご自分の中でOK を出せるような状況、今まではちょっとね違うでしょっていうようなところがあったようなね方であったりものをまるっとねご自分の中で、融合するっていう風にも言えますけれど、まるっと調和になっている部分っていうのを伝えてきてくれてるんですよね。なのでこう自分の中での摩擦っていうのがちょっと少なくなってきている、ご自分がちょっとこれは違うでしょうっていう風に思うようなことっていうのが現実的に少なくなってきている部分っていう風にね伝えてきている部分があるんですよね。それがすごくお気持ちの中で楽であったりとか、今が一番幸せだわっていう風に感じるようなことにつながってるっていう風にですね、カップの10番が伝えてきてくれていますので、すごく満足感であったりとか、今までやってきたことの辛いこともあったと思いますし、ご自分の中で嬉しいことももちろんあったと思いますけれど、いろんなことを経てですね、今が一番幸せっていうような部分がすごく伝わってくる部分としてあるんですよね。で、何も全く心配がゼロですよっていうことではなくって、そうやって何か一息ついてたりとか落ち着いたなっていうことであったり、ご自分の中ですごく器が広がるタイミングってこともすごく感じるので、そういうふうにですね、今までのダメってしてたようなものを OK ってできるような、そういった状況に今なっている部分があるので、すごくご自分のお気持ちの心境の変化ですね、そういったことを捉えている方もいらっしゃるかなと思います。で、新たな何かご自分の中での希望であったりとか情報っていうのがですね、今ここにこれすごい気になるんですよね。足が水に片方だけついている状況っていう部分で、何か新しい情報をご自身の、足元、何か身近な人ですね、そういったところから新しい情報であったりとか新しい人間関係っていうのが広がっている部分をですね伝えてきてくれているような直感を今とても感じてるんです。なのでそうやって視界が広くなっているっていう風に感じていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、何か新しい何かメンバーっていうのが増えてですね、その中で楽しいことっていうのが始まっている人もいらっしゃると思います。すごく、どちらかというと、私生活っていうのかな、プライベートの方が感じる部分としては大きいかなとこの2枚見て思いますけれど、そういうポジティブに何かが変化してるっていうことですね。今までダメだよっていう風にしてた事柄がOK なのかもしれないなっていう風に思った時に、何か肩の荷が下りたりとか、そういったことももしかしたら終わりだった方もいらっしゃるかなと思いますが、ここからのですね急激に決まること、早速見ていきたいと思います。はい、こちらと
ちらです。はい、せーの、はい、はい、死のカードですね。はい、そしてせーの、はい、カップの3番です。はい、急激に決まることとしては、何か物事的にはご自身の中で、今すごく順調なんですよね。で、順調の中での、ご自身にとって不要なものに対しての強制終了みたいなことが急激に起こってくる方っていうのも出てきそうですよね。この死のカードからそのように伝えてきてくれてるわけなんですね。今まですごく順調みたいな、そういったことがちょっと起こってくるっていうことなんですけれど、この強制終了からのカップの3番ですよね。何か周りと、本当の意味で求めていたような喜びとしての現実がですね、ご自身の目の前にこの後にやってくるっていうことなんですね。で、今すごくね、満足、今が一番幸せっていうところではあると思うのですけれど、メッセージが伝えてきてくれているのは、ここからの何かそれを周りと強調していく、共有していくようなことに今これから間もなく急激に起こってくるような部分ということですね。それが起こってきたりとか、決まることとしては何かご自身の中で引っ越ししようとか、転勤になりましたとかですね。あとは強制終了なので、人との何か決別であったりとか別れですよね。今までご自身の中でこれダメでしょっていうことを OK 出したことによって、いろんなご自身の中でのその許容範囲が広がったことによって、そうやって全部丸って OK ってなった時に、逆にこの人ダメでしょっていうふうに思ってた方が急にどこかにいなくなってしまいましたとかですね、別のところに引っ越されてしまいましたとかですね、そうやってご自分の感情を OK 出したことによってもう見る必要がなくなったんだっていうこともですね、こちらから示してきてるんですよね。で、本当の意味でのご自分の幸せっていうものに対して近づいていくタイミングっていうことをですね、伝えてきてくれてるんです。それも今ご自分の中でいろんなお気持ちをOK っていうふうにですね、ご自分をまるっと受容できた部分からの変化が起こってくるってことなので、すごいポジティブですよね。何か大きな変化っていうふうにもお伝えできるかなというふうに思っておりますけれども、そのお人によってはですね、ちょっと転勤しましょう、転勤してくださいとかですね、ちょっと異動になりましたっていうような方は、ちょっとご自身の中でもうこれ限界っていうふうに思うようなことが起こってくる方もいると思うんですよ。で、もしその限界っていうのが起こってきた時に、ご自身の中で転職っていうようなことになったりとか、それは自分の気持ちですよね。どうしてもこれは無理だなとかっていうふうに思うような事柄も起きてくる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけれど、そのことによって逆に新しい何かご自分の喜ぶべきことっていうのがですね、起こってくるっていうことなので、何をきっかけにして自分の中でポジティブに変換できるのかとか、そういったことって本当にわからないっていう部分をですね、伝えてきてくれてるんです。未知の可能性っていうふうにもお伝えできるかなと思うんですけれど、13番といえばトランプではね、もうキングですから、一つの何かが終わっていくタイミングですね。なのでそういった意味で捉えていくとですね、何か今本当に喜びの極みではないのですけれど、一つ何かが完了してるんですよね。ご自分の何かカルマ的なものが完了してる部分があったりとか、そうやってポジティブに何かが完了してる部分っていうのを伝えてきてくれていて、そこから完了したから13番、とにかくご自分の中で新しく何かが始まっていく、終わりの始まりみたいなことが急激に決まっていくタイミングですっていうことを伝えてきてくれております。早速ちょっとね、アドバイス見ていきたいと思います。はい、こちらとこちらです。はい、見ていきます。せーの。はい、ペンタクルの8番、そしてせーの。はい、ソードの3番が出ています。
はい、まずですねペンタクルの8番が出ておりますので、何かねやっぱりこう2つとも同じような意味合いなんですけど、ご自分に集中してくださいねっていうことが一番ね伝えてきてくれてるアドバイスになっております。何か急激に終わったりとか、ご自分の中で今まですごくね順調に来てたなっていう方は、変化っていうものに対しての恐れであったりとか、そういったことが起こってしまいやすい部分っていうのをですね、このアドバイスがまずは伝えてきてくれてる部分があるんですよね。例えばですけど、誰かOK 出してたんだけどダメでしょって思ってた人がいなくなっちゃいましたっていう時に、その人をちょっとこう追ってしまうような、ちょっとね憐憫とまではいかないのでしょうけれど、そうやってこう離れていく人をちょっとこう追っかけてしまうようなね、そういった部分っていうのも若干感じる部分としてあるのですけれど、そうやって必然的に離れていくような関係性っていうものに対して感情的になるっていうことはちょっとね控えた方がいいっていうような、そういったキーワードになっています。どうしても自分の中で一言ありがとうって言いたいっていうのは全然いいと思うんですけれど、なんかかわいそうとかですね、そういう風には決して思わないようにっていうようなところを伝えてきてくれてるんですね。でちょっとねご自分の中で、痛いなとかショックだなっていうようなね、なんかこう、先ほどもかわいそうっていうようなキーワードありましたけど、そういう風にですねご自分のお気持ちの中でちょっとね憐憫に近いような気持ちが働くような部分っていうのもあるかもしれないですけど、それはそれとしてちょっと置いとくっていうようなところがですね今は良さそうっていうことですね。そしてご自分にしっかりと集中していくことが今は発展性、8番ですからね、発展して末広がりのようにこう広がっていくっていうことなので、やっぱりねこう追うっていうことに関して言うと、例えばですけど移動しますとかちょっとこう転勤してくださいっていうふうにご自分が言われたとかね、そういうふうに変わらなきゃいけないっていう時っていうのは、やっぱり慣れ親しんだところにちょっとこう寄っていきたいなとかっていうようなね気持ちもあったりする部分どこかでねあったりするとは思いますけれど、ただその新しく変わるっていう方向性に対して今すごく強くタロットカードからは祝福ですよね。そういったことを伝えてきているメッセージなので、やっぱりご自分の先に乾杯祝福していくっていうようなお気持ちをね切り替えるっていうこと、お気持ちの切り替えの速さがご自分の祝福であったりとか成功の道にねどんどん早まってきているっていう部分を伝えてきてくれているので、今回のねこういったことにおけるテーマをちょっとね見ていきたいと思います。テーマとキーワード先にね聞きたいと思います。はい、こちらとはい、キーワードねこちらが2枚出ているのと、あともう1枚ねちょっとキーワード引かせていただきます。はい、こちらです。まずテーマからオープンします。せーの、はい、ソードの3番です。そしてキーワードです。せーの、はい、こちらです。そしてせーの、はい、こちらです。キーワードですよ。でですね、今テーマがやはりねソードの3番が出ました。やはりいろんなことの過去の栄光とも言えると思いますけれど、そうやって過去に対してのご自分の中の思い出は思い出としてですね、しまっておく、ご自分のお気持ちの胸の中にしっかりとしまっておいて大丈夫っていうことですね。それがなくなることはないし、ご自分のいろんないい思い出っていうのは心の中でずっと生き続けているんだっていうことをですね一つお気持ちに置いておくとですね、何かご自分の中のそういった
追っていくようなお気持ちであったりとか、変わりたくないというような気持ちに対してですね、ちょっとほどけていく部分っていうのがあるかなと思います。で、テーマはやっぱり変化していく部分っていうことが一つテーマになっているっていうことが、やはりこちらからもとても感じるんですよね。変わっていくことへのご自身の意思表示みたいなところが一つね、大切な部分になってきていて、やはりご自分の中でそうやってキーワードにノーって出てますけれど、何かご自分にとって過去を追ってしまうようなことっていうのが今ね、こっち側にご自分が進もうともししている部分があったとしたら、もう過去は過去なんだっていうことですね。現実的に現実の中に過去も未来もあるわけなんですけれど、もうここに戻ろうとしても今はここなんだっていうことをですね、しっかりと意識的に持つことによって、その先に身軽に進んでいけるよっていうことを伝えてきてくれているのが、まさにこちらの2枚なんです。で、まさに新しいもう未知の世界に飛び込んでいきましょうっていうことをすごく勢いよく飛び込んでいきましょうっていうようなことですね。そういうことをまずは伝えてきてくれていて、今すごくポジティブなエネルギーの作用、ご自分の変化するタイミングってことですね。そういうことを伝えてきてくれております。どちらも、飛び込むというようなことであったりとか、このね、新たな扉を通り抜けていくタイミングっていうことで、やはり次元上昇っていうふうにも言えるかなと思いますけれど、何かそうやって、新たなところに行くってことは、ご自分の今までの観念体系ではない新たなチャンスっていうものがこれから待っているわけですから、やっぱりその先に進むっていうことに対してちょっと怖いとかね、今までので良かったのにとかっていうふうに思うようなことっていうのが若干あるかもしれないですけれど、その先に進んでしまえば、例えば慣れてしまったらまた同じようにね、幸せっていうのは今確かに幸せっていうようなところのメッセージ現状あるわけですから、そのね、幸せ波動で先に進んでしまえばですね、あとはご自分の中で本当にそれを味わっていくだけっていうことを伝えてきてくれてるんですよね。その先はもう本当に何が広がってるかはもう今わからない状況っていうことなので、キーワードはね、なのでそのわからないことへの楽しみ、ワクワクっていうことに対してすごく楽しんでくださいっていう風にですね、今とても感じております。なのでご自分に今集中、周りに引っ張られないようにっていうことがですね、一つテーマではなくてキーワードですねになっております。追わないでくださいねっていうことが一つね、本当に重要なテーマになってるっていうか、キーワードになってる部分がありますから、そこだけねちょっと意識していただいて、ご自身の中でそうなんだっていう風に、そこを通り抜けた先は喜びとか調和が待ってますよっていうことですね。あとはご自分が求めていた関係性がますますね深まっていく部分っていうのを伝えてきてくれているので、そういうふうに何か物事がはっきりと出やすい時期なのでね、決まっていく、急激に決まっていくんだってことをですね、そういったことが起こってくるってことを伝えてきてくれているので、ぜひね、もう前を向いて進んでいただければ、もう自信を持って進んでいただければ大丈夫なんだ波動でですね、言っていただければいいかなと思います。思いっきりね、もう勢いはもうキーワードはもう勢いよくみたいな風にすごく感じるので、ご自分のお気持ちをサポートするっていうのかな、自分で自分をいっちゃえみたいな感じでサポートするっていうことですね。やってみるときにどうしようかなって進むんじゃなくってやってみようみたいな感じですよね。そういう風に伝えてきてくれております。ぜひね、ご参考にしていただきながら、頭の片隅に入れながらですね、お過ごしいただければと思います。いかがでしたでしょうか。獅子座さんの、急激に決まることの、リーディングは以上となりました。少しでも共感していただけましたら、チャンネル登録や高評価の方もいただけますと嬉しく思います。それではですね、何か変化、もう終わりの始まりではないですけれど、一区切りついてですね、何か新しいことへの転換期みたいなことが急激に決まっていく、もうこれやってねとかあれやってねとかね、ちょっと忙しくなるような部分もあったにせよ、それがご自分にとっての調和であったり、これから先にね、仲間であったりとか、そういったことへのつながりが見えている部分も伝えてきてくれておりました。こちらのリーディングによってですね、皆さんが最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございました。